飛騨に乗車し、大阪駅から高山まで行きたいと思います。大阪から高山まで特急飛騨が1日1往復だけ運転されています。今回乗車したのは特急飛騨25号高山行きです。大阪駅を7時58分に出発し、終点の高山へは12時14分の到着です。お待たせいたしました。11番線の奈良市58号特急飛騨25号高山行きが列車がこの列車は JR 西日本管内の大阪駅から出発しますが、 JR 東海の特急車両を使用した列車です。そしてなんと大阪駅を出発する列車で最短の2両編成での運転です。大阪駅の11番乗り場に到着する2両編成の JR 東海の特急車両はとてもインパクトがあります。人気観光地高山まで行くのに2両とは大丈夫なのかと思いましたが、この後予想通りの展開となります。側面の行き先表示は見た目にも色鮮やかなフルカラー LED を使用しています。2両編成のうち1両は指定席、1両が自由席です。普段見慣れた JR 西日本の特急車両とは違った魅力が JR 東海の車両にはありました。ここから見ている限りですが、1号車自由席、2号車指定席とも 70% ほどの乗車でした。北陸方面、敦賀へ向かうサンダーバード号ではございませんのでご注意ください。明るく軽快な印象の車内には沿線の紅葉などをイメージした赤を基調としたシートが並んでいます。座席には大型の背面テーブルが設置されており、沿線の景色を見ながらお弁当を食べることもできます。すべての座席にコンセントが設置されていました。カーテンは横にスライドするタイプで明るい色合いのものが使用されています。こちらは1号車にある車椅子の方も利用可能なトイレです。広く快適なトイレで、トイレ内にはベビーチェア、おむつ交換台、チェンジングボードも設置されていました。ウォシュレットも装備されており、最新設備のトイレでした。各車両のデッキ部分には沿線の工芸品などを収めたナノミュージアムが設置されています。7時58分、特急飛騨はラッシュの真っ最中の大阪駅を出発しました。ご乗車ありがとうございます。特急飛騨25号高山行きです。次は新大阪です。終点の高山までは4時間16分。とても長い旅が今始まりました。お待たせいたしました。おはようございます。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。特急飛騨25号高山駅です。停車駅は新大阪、京都、草津、米原、大垣、岐阜、箕面、下呂、終点高山に停まります。列車は2両で運転をしております。前が2号車、後ろが1号車です。指定席は2号車、自由席は1号車です。2両編成の飛騨は大阪駅を出発し、新大阪、京都を通り前原へと向かいます。
大阪駅を出発するとすぐに淀川を渡り新大阪へと到着します。 JR 西日本の車両たちが朝のラッシュ時間帯に大阪駅へ向けてどんどんすれ違っていきます。 After leaving Shin Osaka, JR 西日本管内で聞く特急ひだの車内チャイムはとても新鮮な感じがしました。今日も特急ひだ号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急ひだ25号高山行きです。停車駅は京都、草津、前橋。車内は思った以上に静かでディーゼルカーとは思えない安定した走りを見せていました。特急ひだはさすがハイブリッド機動車です。普段新快速などが走る JR 京都線の外側線を猛烈な勢いで走り抜けていきます。ラッシュ時間帯の内側線を走る普通列車を次々と追い越していきます。新大阪出発後、車内を少し見て回りましたが、自由席、指定席ともほぼ満席状態でした。次の京都駅ではかなりの人が乗車してきました。車内にはインバウンドの効果で外国からの旅行者がかなり多く見受けられました。以前は2両でも十分だったかもしれませんが、ネットなどの記事を読んでも慢性的に混雑しているようでした。乗車時間が長時間なので床に座っている人が多数おられました。 JR 西日本と JR 東海で様々な思惑があるかもしれませんが、この混雑が毎日なのだとしたら改善が必要だと思いました。列車は長岡京駅を通過し JR 京都線の車庫の横を通過します。こちらの車庫には JR 京都線を代表する特急列車や普通電車が停車していました。この列車の動力はエンジンとバッテリーを併用したハイブリッド方式で、車内のディスプレイにはこのハイブリッドシステムの稼働状況も表示されていました。桂川を渡り東海道新幹線の高架が並走すると間もなく京都駅に到着します。ご乗車ありがとうございました。あと3分ほどで京都に到着をいたします。では到着のホーム、京都駅に到着する新幹線が高架を駆け抜けていきました。乗り場へお越しください。わずかな停車時間で京都駅を出発しました。次は草津に停まります。特急ひだ25号高山行きです。次は草津です。京都からご乗車のお客様、お待たせいたしました。特急ひだ25号高山行きです。列車2両で運転をしております。また本日大変多くのお客様にご乗車いただいております。多くのお客様にお座りいただける十分なお座席ご用意できず大変申し訳ございません。ご不明をおかけしております。通路やデッキなど大変狭いかとは思いますが、お通りになるお客様がいらっしゃいますときは通路をお分けいただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。止まります駅は草津、米原、大垣、岐阜、美濃太します。列車は特急はるかの折り返しのための設備工事を行っている山科駅を通過します。ここから先湖西線と分岐し琵琶湖線を米原に向けて運転します。
まもなく草津駅に到着します。ここまでこの電車の前を新快速が走っていましたが、この駅で新快速を追い越します。25号高山行きです。次は米原です。Thank you for traveling with us. 草津までは線路が4本の複々線でしたが、草津から先は線路が2本の複線となります。車窓の左側、遠くには琵琶湖が広がっていますが、かなり遠くにあるため気配は感じますが、琵琶湖を見ることはできません。長浜から京都までは琵琶湖線という愛称がついていますが、琵琶湖が見えるのは長浜駅付近と石山駅付近のほんの一瞬だけです。近江鉄道との接続駅彦根を通過しました。ひこにゃんが城主の彦根城は駅から歩いて15分ほどです。それぞれお乗り換えです。車内にお忘れ物ございませんよう、今一度お手回り品をお確かめください。あったかいな。まもなく米原に到着します。お出口は右側です。米原に到着しました。この駅で JR 西日本の乗務員さんから JR 東海の乗務員さんに交代されます。 JR 西日本の乗務員さん、ここまでありがとうございました。米原駅を出発しました。ここからは JR 東海のエリアを走ります。乗車したこの日は高山本線杉原猪谷駅間で線路設備確認の影響のため運休していました。この列車は特に運転区間に影響はありませんでしたが、富山駅の特急ひだは高山富山駅間運休していました。米原駅を出てしばらくすると、車窓左側には雄大な伊吹山が見えてきます。伊吹山のふもとに広がるこの地方は冬は特に雪が降りやすく、新幹線もしばしば大雪で徐行することがあります。冬には荒れた険しい表情を見せる伊吹山ですが、今日はとても穏やかな姿を見せてくれていました。まもなく養老鉄道垂水鉄道との接続駅大垣駅に到着します。まもなく大垣に到着します。米原駅大垣駅ともに若干ですが乗車された方がおられました。もはや自由席は乗車率 130% を超えており、デッキにもさらに多くの人が立っておられました。この日はシーズン中の混雑した日ならまだしも、3月の春休み期間中とはいえ平日の金曜日です。さすがに2両編成では明らかにキャパ不足だと思いました。列車は揖斐川を渡っています。さらにそのすぐ後長良川を渡り、まもなく岐阜駅に到着します。岐阜駅では名古屋から来た飛騨古川駅特急飛騨5号と連結を行います。この連結作業のため岐阜駅には9時56分に到着し、出発は10時12分、なんと16分間も停車します。停車時間がかなりあるのでホームに出て観察してみます。到着した大阪からの
た飛騨25号がすぐにホームに戻ってきました。ホームにはすでに名古屋からの特急飛騨5号が入線しています。特急同士の連結が珍しいのか、多くの人がホームから撮影されていました。たくさんの人に見守られながら連結作業は終了しました。ご乗車ありがとうございます。特急飛騨5号飛騨古川行き25号高山行きです。次は美濃太田です。なお、高山から先へお越しの方は2号車より後ろの車両が高山止まりとなりますのでご注意ください。岐阜駅での停車時間中に行われる大阪飛騨のセレモニーも終わり、特急飛騨は東海道線から高山本線へと入りました。ご案内いたします。列車は東海道線から高山本線に入ってまいりました。高山本線は岐阜駅から富山駅までを結んでおり、四季を通じて有利な装いをした美濃路、東を駆け抜け、太平洋側と日本海側を結ぶ路線です。木曽川、飛騨川の渓流が日本第一の水郷、中山七里の継承を結び、沿線には下呂温泉があります。高山盆地に入りますと、北アルプス連峰の雄大な景色が望めます。各景勝地につきましては、見どころが近づきましたら、その都度ご案内いたします。それでは、どうぞ高山本線の旅をお楽しみください。本日両数を減らして運転をいたしております。本日9号車と10号車はついておりません。指定席特急券お持ちのお客様には大変ご迷惑。この日、岐阜駅で連結した飛騨5号はなんと2両減車されていました。しかも発売されていた車両が減車されているため、特急券を持った席の存在しない人が乗車されていました。また当然自由席は多くの人が乗車しており、デッキまでさらに人が溢れていました。ご案内いたします。まもなくいたしますと、右側前方、山の上に見えてまいりますお城が、国宝にも指定されている犬山城です。この城は1537年に造営され、天守閣では日本で最も古いものです。鵜沼駅の手前では国宝犬山城が見えていました。犬山城は現存する日本最古の天守を誇る国宝です。しばらくの間、名鉄犬山線の線路と並走します。名鉄線の線路は大きく右へ曲がり、新鵜沼駅に到着します。以前はこの新鵜沼駅から連絡線を通り、名鉄線から JR 高山本線へ列車が乗り入れていました。鵜沼駅を通過します。現在は跡形もありませんが、この辺りで名鉄線の連絡線が高山本線へ合流していました。現在車窓を流れている大きな川は木曽川です。この辺りは北川の中でも最もダイナミックで神秘的な景観、翡翠峡と言われ、飛騨木曽川国定公園に指定されています。美濃太田までは住宅地が多かったですが、ここから車窓の風景は一変し、高山本線は山間部へと入っていきます。まもなく国指定の
渓谷です。ちょうど桜の時期と重なり、桜と渓谷美のとても美しい車窓の風景でした。列車は翡翠橋信号場を通過します。高山本線ではほとんどの駅で行き違いが可能ですが、それ以外にも信号場と呼ばれる行き違いのためだけに設けられた設備が数カ所用意されています。山間部を走る高山本線には時折飛騨川と田舎の町の風景が驚くほど美しい場所が多数あります。この美しい風景を見ながら大阪駅で購入したお弁当をいただきたいと思います。ちょうど桜の季節なので見た目にも春らしい春の味わい弁当を購入しました。白川淵駅に停車中です。名古屋行きの特急飛騨6号とすれ違いました。飛騨6号は本来富山駅始発ですが、現在富山高山間は運休しており、高山駅始発で運転されています。ハイブリッド特急車の HC85 系は山間部でも車内は快適な居心地でした。車両も新しいせいかまだとても綺麗でした。高山本線は久久野駅の手前まで飛騨川に沿って走行し、何度も飛騨川を渡ります。この飛騨川に沿って走る区間が高山本線の中でも最高に車窓の風景の綺麗な区間でした。ゲロを出ますと次は高山に停まります。まもなくゲロに到着します。お出口は左側です。車窓右手に下呂の温泉街が見えてきました。下呂温泉は岐阜県を代表する温泉地です。そして有馬温泉や草津温泉とともに日本三名泉の一つとして数えられています。でもこれ夜寒い。そうなんです。夜がな気温下がるんで。でもそやから上着がいる。下呂駅に到着しました。さすが日本三名泉の駅です。この駅では大量のお客さんが下車していきました。私の乗車している指定席にもあちこちに空席が出ていました。きっと自由席もこの駅からは余裕が出ていることと思います。ご乗車ありがとうございます。特急飛騨5号飛騨古川行き25号高山行きです。次は高山です。なお高山から先へお越しの方は2号車より後ろの車両が高山止まりとなりますのでご注意ください。下呂駅を出発後、飛騨川を渡りますが、その際川の向こう側に下呂の温泉街がとても綺麗に見えています。下呂駅を出発しました。次は高山です。高山までは約45分の道のりです。
団地へと入ります。この辺りの車窓からは遠くに真っ白に雪をかぶった北アルプスの山々を望むことができます。ご乗車ありがとうございました。列車はまもなく高山に到着をいたします。お出口は右側1番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。次の高山駅では後寄りの2号車と1号車を切り離しいたします。なお切り離しの準備のため、ただいま2号車と5号車の間の通路が通り抜けができなくなっております。高山を出ますと次は終点の平古川に停まります。大阪駅を出発してから4時間16分。まもなく終点の高山に到着します。大阪駅を出発時、2両編成の列車には自由席に人があふれていましたが、下呂駅からは実に快適でした。中京圏、関西圏からの飛騨高山下呂温泉の人気度がわかる特急飛騨の混雑ぶりでした。車内はとても混雑していましたが、新しい車両のせいもありとても快適でした。私たちは高山で下車しますが、この電車の前4両は飛騨古川まで運転されます。高山駅に到着しました。到着するとすぐに後ろ2両の切り離し作業が行われていました。あっという間に切り離し作業が終わり、前4両飛騨5号は飛騨古川へ向けて出発していきました。続いて私たちの乗ってきた飛騨25号は車庫へと移動していきます。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。大阪駅発の特急飛騨25号ご利用の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。